はい、ニコのティールームへようこそ。今週も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回ご紹介したバッグはマルニマーケットのハンモックトートバッグになっていて、最近だともう軽くて可愛くて使いやすいので、ほぼ毎日こちらのカバンを使っています。もうめちゃくちゃこの編み込みが可愛いですよね。これ職人さんが一つ一つ手作りで作られているものらしいので、なんかそういう意味でも愛着を持って使えるなっていうふうに思って、大事に使っています。このバッグの値段は3万3000円で、カラー展開もすごく豊富で何十種類もカラーがあるので、必ず気に入ったカラーリングが見つけられるんじゃないかなというふうに思います。なんかこう丸2って書いてあると、ちょっとこう3万円台で買えるって考えるとラインが違くてもちょっとこうお得に感じますよね。作りも結構しっかりしてるので使いやすいんですが、ただちょっとね、バックインバッグを入れた方がさらに使いやすいかなというふうには思いますね。結構こんな感じでバックインバッグがないと割とこう柔らかめの素材なので、収納だったりとかはしやすいかなというふうに思うんですけど、使う時はこちらのバックインバッグを使った方が、すごい使いやすくカバンの中身が整理できるかなというふうに思います。このナイロンのバックインバッグもすごいお手頃価格ではあったんですけど、たくさんポケットがついてて、結構ねコード類だったりとかペンだったりとか、そういったものがカバンの中で、よく迷子になっちゃったりすると思うんですけど、これをね使うようにしてからそういったこともなくなったりとか、あとはそのカバンを変えたいなっていう時にこのまま取り出してポンって入れるだけなので、あれ忘れちゃったみたいなことがなくなるので、これもすごいおすすめです。フェルト製のバックインバッグとかって多いと思うんですけど、なんか私ちょっとこう手持ちがついて外に出しても普通のバッグに見えるものがいいなというふうに探していて、こちらを見つけました。理由としては、お買い物をして結構荷物が多くなってしまった時にこれをこう取り出して、こちらのマルニのカバンをエコバッグ代わりに使うっていう使い方をしたりもしています。これだったらね、外に出して持っていてもそんなに違和感がないバックインバッグなので、すごく組み合わせとして使いやすいなというふうに思います。あとはね、もう一つこちらのパソコンを収納しているリムワークの、カバンなんですけれども、すごくこう程よいクッション性があって、そんなにこうモコモコ分厚くないので、全然春先とか夏でも使える素材だなっていうふうに思うんですけど、やっぱり私結構カバンの中にそのままパソコンを入れちゃったりとかすることも結構あったので危ないなというふうに思って、ケースとかもすごいこう探したんですけど、やっぱり薄いか厚いかみたいな結構極端なものが多くて、でケースにこう入れて出してっていうのも割と面倒くさいなっていう風に感じることが多くなって、パソコン用のこういったカバンを探していて、もうぴったりのものが見つかりました。結構ね、外で編集作業だったりとかする時に、充電器だったりとかも必要なので、こういったねサイドポケットがついてるのもすごく嬉しいポイントです。本当に私荷物が多いので、リュックじゃない日はこういった形で、バッグを分けて使って、肩の負担を分散させるようにしています。でね、皆さんからインスタグラムで先日募集したカバンの中身のランキングも発表していきたいなというふうに思います。携帯とお財布と鍵は除いて、5つご紹介したいと思います。まず5位ですね。5番目に多かったのは、エコバッグかヘアブラシになります。私はね、さっきもお伝えしたみたいにこのバックインバッグとこのマルニのトートバッグを分けてエコバッグ代わりにしているんですけれども、他のバッグを使う時は収納できる薄いエコバッグを持ち歩くようにしています。髪の毛のねコームも最近だと春風っていうんですかね、結構風が強いから
髪型とかお出かけする時に目的地に着く前にボサボサになっちゃうっていうこともありますよね。だから私も櫛はいつもポーチの中に入れて持ち運ぶようにしています。次が4番目に多かったものですね。4番目に多かったのは、ティッシュになります。すごい地味だけどやっぱりカバンの中にあった方が落ち着きますよね。私も朝とかお仕事で出かける時にあくびが出て涙が止まらなくなっちゃったりとかする時はもうティッシュ入れといてよかったみたいに思うので、結構カバンの中に入ってないと不安になっちゃいますね。じゃあ次3番目に多かったものがハンドクリームです。ハンドクリームもね、乾燥すると結構気になって集中力が途切れちゃったりとかするので、私もカバンの中には必ず入れるようにしています。で今回ご紹介したこのタンバリンズのハンドクリームとかは結構コンパクトで、こういう風にちょっとやって簡単に取り出せるので衛生的な部分もすごい気に入って使ってます。あとね、すごい香りがよくって高級な香水っぽい感じの香りがするので、ちょっと気分転換にもハンドクリームっていいですよね。2番目に多かったのがリップクリームか口紅になります。私も結構唇が乾燥しやすいのでリップクリーム欠かせないんですけれども、今持ち歩いてるのはベリーのリップクリームでこんな感じでケースの中に入っているんですけど、多分パリの Vlog を見てくださった方は覚えていらっしゃるかなというふうに思うんですけど、犬の刻印をオリジナルでしていただいて、結構記念的な感じでお守りみたいなアイテムとしても気に入って使っています。でね、口紅を持ち歩いてる方もすごく多かったんですが、多分口紅って言っても保湿効果が高いものを使われてる方が結構多いみたいで、今日は2種類ご紹介したんですけど、保湿力で言ったらこちらのイヴ・サンローランのリップがすごいね、人気ですよね。でこの色は結構春っぽい明るいオレンジ系の口紅で私はすごい使いやすくって気に入っています。で保湿効果はこちらよりは少し劣るんですけれども、シャネルの209番のカラーがめちゃくちゃ気に入っていて、今もつけているんですけれども、なんか少しね落ち着いた上品なブラウンレッドっていう感じで肌なじみがすごくよくって、こちらの色をのせるだけでなんか垢抜けた感じの印象というか上品な印象になるので、すごく気に入っています。鏡付きのポーチもすごく便利で、お化粧直しをちょっとしたいなっていう時とかにリップを取り出してそのままささっと直せるので、すごいこちらも気に入っています。こちらは3色展開で白と水色とこちらのベージュのカラーがあったので、よかったらチェックしてみてください。こんな感じでちょっと重ねてみますね。どうだろう、カメラがちょっと遠いからもしかしたら分かりにくいかもしれないんですけど、そんなにね重ねても濃い印象になりすぎないのでどうでしょう。ポンプ式のこの取り出しもこうやって押すとねしまったり収納できたりとかするのもすごい便利な部分も気に入っています。すごい色かわいい。このカラーはきっと殿堂入りする予感がします。はい、で最後一番皆さんが持っていたものはハンカチになります。やっぱりね、駅のお手洗いとかだと手を拭くものとかが置いてなかったりする場合が結構まだまだありますよね。やっぱりそういう時用にタオルは持っていた方が便利だなっていうふうに私も思って、テクラのこちらのタオルを使っています。ね、肌触りがすごいいいのと、何よりこれも見た目がすごく気に入っていて、結構大判サイズなところっていうのもすごくいいなと思って使っています。番外編なんですけれども、お守りをやっぱり持ち歩いてる方が結構いらっしゃって、私もねお財布の中にお守りを入れてるのですごいわかるなというふうに思いました。
であとは靴磨きシートを持ち歩いている方がいて、でもしかしたら営業職の方だったりとか人前に出るようなお仕事の方なのかなというふうに思ったんですけれども、靴をねピカピカにしておくのを心がけていらっしゃるっていうのはすごい素敵だなというふうに思ったので、私もちょっと靴磨きシート持ち歩こうかなというふうに思いました。最後にこれもルームメイトの皆さんからお伺いしたどんなカバンを使ってますかっていうご質問なんですけれども、一番多かったのは、ロンシャンのトートバッグになりますね。やっぱり皆さん一番気にされていたのが軽くてでも高級感があるものっていうのをすごく気にされている方が多くて、いやすごいわかると思って、私も OL の時とかロンシャンのカバンをすごいヘビロテしていました。あと他に重視するポイントとしてはやっぱり A4 のサイズでパソコンとかがしまえるものとか、ペットボトルが入るサイズかどうかとか、何よりやっぱり一番軽さっていうところと、プラスアルファでデザイン、あとはこの肩掛けがちゃんとできるかどうかと、革だけど軽量なものがいいとかっていうお声もすごい多かったなっていうふうに思います。2番目に使われている方が多かったのが、ジャンニ・キアリーニの、トートバッグになります。ジャンニ・キアリーニのトートバッグは私も持っていて、これもめちゃくちゃヘビロテしたカバンになります。まさにさっきのポイントにあったみたいに革が使われてるけどキャンバス地の布と組み合わせて、高級感もあるけど、軽いっていうのがすごく特徴になるかなというふうに思います。結構春夏っぽい感じのデザインだったので秋冬はそんなに使っていなかったんですけど、これからの時期ね、こちらのバックインバッグとかをこのままこちらにスポット入れてこういう風に持ち運ぶこともできるから、また使い始めようかなというふうに思ってます。で他にもそのジャンニ・キアリーニのカバンを使われている方の中で、おすすめだよっていうふうにおっしゃっていたのが、ジャンニ・キアリーニのデュアというラインもすごく軽くて使いやすいということでした。もう一つこのロンシャンとジャンニ・キアリーニのカバンとちょっと似たラインで高級感があって軽い系のカバンだと、ロベルタ・ピエリっていうパリ発祥のバッグのブランドが私はすごい教えていただいた中で気になりました。実店舗が銀座の三越と横浜の高島屋、阪急梅田に3店舗お店があるみたいですね。一回ちょっと銀座とかにお出かけした時に私もチェックしてみようかなというふうに思います。次にジャンニ・ノターロのバッグを使ってますっていう方もいらっしゃいました。ジャンニ・ノターロは私も、以前のカバンの中身でご紹介した、こちらのカバンを1点持っているんですけれども、ジャンニ・ノターロのカバンの特徴としてはすごく高級ブランドと遜色ないぐらいの上質な革を使っているんですが、お値段が3万円とか4万円台とかでも、こういったバッグが買えるっていうのがすごくコスパのいいブランドになっているかなというふうに思います。このバッグとかはね、すっごく軽いっていうわけではないんですけれども、革のこういうデザインの中では軽い方なのかなというふうに思って使っています。この編み編みのねデザインがめちゃくちゃ可愛いですよね。他にもね結構可愛いデザインがジャンニ・ノターロあるので、ぜひこちらもチェックしてみてください。最後に気になったルームメイトの方が使っていたバッグがマルジェラの MM6 というカバンです。このバッグね、私もマルジェラでちょっと見かけたことがあってすごい気になっていたんですけれども、全てレザーでできてるタイプだと多分8万円とか9万円ぐらいしてしまうので、ちょっと即決する金額ではないかなというふうに思っています。形もねすごい女性の体にフィットするようなデザインで、ちょっといつか欲しいなというふうに思います。今回は私のカバンの中身と、バッグの種類だったりとか、皆さんの持ち物の中身のランキングだったりとか、たくさんお話をしてみたんですが、いかがでしたでしょうか。他にもねおすすめのバッグとかあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それでは、また来週我が家でお会いしましょう。